にちは。今回は瑠璃の宝石第11話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。瑠璃、石の声が聞こえるようになった。声が聞こえた。覚醒した。神湯状態に。山の声が聞こえてきたか。南下球に覚醒してんぞ。特殊能力者か。瑠璃天才じゃったか。これで封印されてた妖怪を解き放ってしまうのか。こいつ生まれながらのトレジャーハンターや。また都合よく見つかるもんだ。アニメ漫画だからね。マインクラフトかよ。また瑠璃ちゃんの資産が増える。瑠璃ちゃんそのうち大怪我しそう。先週もそこまでではないとはいえ、高いところから落ちてるからな。サファイア取り放題や大金持ちや。こいつら希少鉱物とのエンカウント率高すぎだろ。瑠璃は間違いなく採掘スキルでも持てる。瑠璃の発見率の高さ。普通ならとっくに採掘されまくってるよね。ただのガキだった瑠璃が短期間で大人になったな。しかしガチガチの研究者も全国の愛好家が寄せる情報で成り立ってるのだ。中国人とかの狙いが功績にならなきゃいいな。何？うちの大学に来ないか。このアニメ見てるとあっという間に終わる。毎度上手に原作を保管してるな。地学って学んだ記憶全くないな。等高線とか地図記号を見たくらいしか覚えてない。地学が選べる学校減ってるんだろ。来週で終わりだともう少し先の話で温泉会あるらしいから、アニメだと絶対いい感じにしてくるだろうし、惜しいなほんま。まあ原作そのまま1回ずつだったら最終回の最後あたりまで凪さん不在になってたからな。全13話やから後にはあるぞ。まあ汚い石より綺麗な石の方がモチベ上がるだろう。瀬戸さんに盛るな。これリント作「キセコイ鬼滅の刃」。原作よりもキャラデザインを良くしたアニメはヒットする法則を生み出したな。これができないと失敗する。瑠璃が住んでる地域宝石ザクザクで草。瑠璃のこの私服マジで可愛い。結局興味持てなきゃ続かねえからな。いい話だな。研究者よりバイヤーに向いてると思う。地学にしたんか。瑠璃ちゃんがどんどん大人になっていくな。胸は大人にならない。なんかすごいの出てきた。こんなんラピュタやん。ラピュタは本当にやったんだ。毎回すごい大量に見つけるな。瑠璃ちゃんゴッドハンドを名乗っていいな。天才かよ瑠璃ちゃん。すごい発見なのでは。論文書けちゃうね。サファイアでかすぎる。表現上仕方ないけど。瑠璃ちゃんの成長物語。まだ最終回じゃないのか。能力発動しとるやん。瑠璃ちゃんがどんどん覚醒していく。これが瑠璃の宝石だったんだ。適当。ツタでカバーしておかねえと他の人に分取られるんじゃね。いやレリナが研究じゃなければ何が研究なんだって話だぞ。凪さんママみたいな顔してる。なんか最終回と言っても良さそうな回だ。凪さんがほとんど出てこない最終回なんて許されない。地学の先生が泣いて喜びそうだな。高校の地学なんてせいぜい地理や地層の説明くらいしかやらないんじゃ。地学がある高校は大抵公立名門校。自称進学校にはないな。まあ凪さんが逃がさないだろう。演出とはいえツタはあんなに剥がれん。瑠璃ちゃんもすっかり研究者だな。最高やった。先週がちょっとあれだったから余計よかった。凪さんにもちゃんとキャラが発生してよかった。やっぱ瑠璃証拠コンビで学会デビュー待ったなしやな。ラスボスは凪さんか伊万里さんか。あのサファイア交渉、国に報告しなくていいの。商業的にもだけど自然遺産的な価値も高そうだけど。あれ清流寺神社のご神体だよな。教えたらひれ伏すんじゃね。導かれた。やはり天才か。ベリドラゴン。また可愛い瑠璃ちゃん映像が増えたぞ。やりたいことと向いてることが一致してるのは幸運。特に意識せず適性があるとか無敵だな。単純でも理由が自分の中でしっかりあるのは良いことよな。ノートのこと翔子ちゃんに話してなかったのはやって当たり前で自慢するようなことと思ってなかったからかな。凪さんが惚れ込むのもわかる。
モチベの高さ、体力、そして超常的なひらめきと運。顕微鏡で見落とししてたと分かったら即謝れる子だしな。俺なら見ないふりしてる。学習してちゃんと熊でもってくるりちゃん。毎週なんか見つけてるな。やはりルリは宝石に依頼されてるな。ルリは私が育てた。オリンパスはいい宣伝だな。マウコの機種は個人が買うようなもんじゃないけど。あれ、これ最終話。めちゃくちゃ酔いしめすぎて。綺麗な石が好き。こんなに成長したけど、ルリちゃんのずっと変わらないところ。もうこんなの最終回じゃん。自覚がないだけでもう方向性は決まったと思うが。ルリ、地球に愛されすぎてるな。研究者を目指す動機は結構単純なことの方がいいのかもしれない。サファイアの先にもう一段階物語があるとは予想つかなかったな。11話かけて見えるようになったことが増えたけれど、本人の視線は全く変わってない。なんて素敵な脚本。ルリの行動原理は純粋な探求心なんだな。研究者の素質がありすぎる。若い時に見てたら人生変わってたかもしれないアニメ。次回サブ隊、知らないサブ隊が出てきましたよ。鉱物に関係ありそうなノイズってなんだろう。そういやこれ全13話なんだっけか。まだにはあるぜ。てっきり来週の最終回で原作3巻まで持ってくると思ってたけど、今回でそこまでいったよ。これ来週はどうなるんや。綺麗な石が好きの気持ちから鉱物の出来方や背景を学んで、自分の取った石に疑問を持って仮説を立てて調査して、これまで以上にルリちゃんが成長してるのを感じて、すごくうるうるしてしまった。地学者としてだけでなく人としても大きくなってるよ、ルリちゃん。サファイアが生まれた場所、綺麗な石のその先へ。本格的な地質学の知識がいろいろと知れて面白かった。そして驚くのはルリがその本格的な知識を何も知らずに研究の本質にたどり着いていること。目の前の好きを追い求めることで遥か先へ進めることもあるんだね。まるでナギさんが主役のように活躍していた初期の頃からいつの間にかしっかり中央に足を踏みしめているルリ。その心の起伏を今回も最高に美しい作画と動きと声優さんたちが繊細にダイナミックにファンタスティックに織りなして宝石の結晶のようにまとめ上げられた素晴らしい回。進路希望が決まらないルリがイマリさんからの言葉を受け、再度サファイアの産地を訪れる。その清流の住処にたどり着き、先に至ったルリが自身の進路を見つけて締めくくるラスト。まさにあの時の調査続行がつないだエピソードで素晴らしい締め方だった。毎度のことながら科学にめちゃくちゃ真摯に向き合ってるし、内容もかなり科学そのものみたいな部分が大半なのに、ちゃんとルリの成長をシリーズ通して描いていて、その結果めっちゃ面白いのマジすごいな。なんだこれ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。